日本語は単語が多すぎる。漢字、ひらがな、カタカナ。ひらがなだってアルファベットの倍の数がある。そんなに覚えられないって思いませんか？しかも漢字は難しいし、アルファベットとは文字の形も全然違いますよね。皆さん、日本語の文字を覚えるの大変ですよね。文字が覚えられない。悩んでいませんか？頑張ってたくさん書いて覚えたと思っても、次の日になったら忘れてしまっていた。そんなことはないですか？でも大丈夫。安心してください。それはあなたが悪いわけではありません。人に合った覚え方があります。大切なことは、あなたの脳が喜ぶ覚え方。それを見つけて、その方法を使うことが大切です。もしかしたら、今覚えられないのは、あなたに合った覚え方をしていないだけかもしれません。私は日本語教師になるために心理学や脳科学の勉強も少ししました。どうやったら記憶が脳に残りやすいかということもいろんな研究があります。これまでの経験で私がこうやって覚えると覚えられると感じているやり方をいくつかシェアします。動画の最後には今まで使ってよかった覚え方、勉強の仕方をシェアするので、ぜひ最後まで見てくださいね。皆さんこんにちは、ゆきです。このチャンネルでは日本語を始めたばかりの人のためにゆっくりとわかりやすい言葉で話しています。ぜひ日本語のリスニングの練習やイマージョン学習に使ってみてください。家事や仕事をしながら聞き流したり、リラックスしながら聞いてください。皆さんは新しい言葉を覚えるとき、どうやって覚えていますか？たくさん紙に書きますか？それとも何回も何回も聞きますか？口に出してシャドーイングをしていますか？たくさん使う、何回も何回も聞いたり、たくさん使うのはとてもいいことです。ただ、単語だけを何回も書いたりするだけでは、脳にとってはこれは大切じゃないと思われてしまって、すぐ忘れてしまう。脳の中に残らないで、捨てられてしまうことがあります。だから、これはとても大切な言葉というのを脳に分かってもらわなければなりません。じゃあ、例えば、働きますという動詞が覚えられないとします。皆さんどうやって覚えますか？働きます、働きます、働きます、働きますと唱えるだけでは脳には残りません。どうやったらいいのか。例えば問題を作ってみます。何か問題を作って答えが働きますになるような問題、どういう問題だったらできるかなと考えます。じゃああなたは月曜日から金曜日の朝9時、何をしていますかという問題を作りましょう。そしたら仕事をしている人だったらだいたいその時間は働いていますよね。ですから働きます。働いていますと答えることができます。こんな風にして、覚えられない単語をどうやって覚えるか考えます。問題を作るためには、どの言葉と一緒に使うかとか、いろいろこの言葉の使い方を知らないといけませんよね。そうやって
この言葉とこの言葉は一緒に使うことが多いなとか、いろいろその言葉について知ることができます。そうすると、この言葉は大切な言葉なんだ。脳にも記憶として残りやすくなります。ですから問題を作るというのはとてもおすすめです。言葉のことを深く考えたり、自分でいろいろ調べたり、その言葉、自分で調べると、言葉の、うん、言葉のことをよく知ることができますし、たくさんの時間をかけることで、この情報、これはとても大切なことなんだと脳に思わせることができます。で、2つ目の方法は、イメージとリンクさせること。目で見て覚えるのがとても得意な人は、この方法がおすすめです。例えば、皆さん、普段 AI を使いますか？例えば日本語で覚えられない言葉があったりしたときに、その言葉を AI にテキストで送って、イメージを作ってもらいます。で、そのイメージで覚えて、その言葉と結びつけることで、言葉とイメージがリンクするので、イメージで覚える。イメージを見て覚える。で、この言葉を思い出すという方法もとてもいいです。あと、イメージだけじゃなくて、皆さんの国の言葉とリンクさせるのもいい方法ですね。例えば、似ている言葉、日本語でブレッドのことをパンと言います。でも、パンは英語だとフライパンのパンですよね。だから、日本語のパンをイメージするときに、パンはフライパンのパンだからと言って、この言葉を思い出すときにいつも自分の国の言葉と結びつける。この方法もなかなか面白いです。あと、絵が好きな人は自分で絵を描いて、言葉とリンクさせるのもいいですね。私はあまり絵が上手じゃないので、この方法は自分ではやらないんですが、絵が上手な人はぜひやってみてください。で、あと、世界の国ではどうなのかわからないんですが、日本語には語呂合わせという言葉があります。語呂合わせ、聞いたことはありますか？これは言葉の響き、音を別の意味とリンクさせてつなげることです。例えば、日本では11月22日、何の日と言われているか知っていますか？ちょっと考えてみてください。答えは、いい夫婦の日と言われています。Good couple の日です。これは、111という数字を1をいいと読み替えます。で、2は日本語の古い読み方で、2はふと読みますから、22が並んで、夫婦と読ませています。だから、11月22日、いい夫婦の日ということで、11月22日を選んで、この日に結婚する人がとても多いです。こんな感じで数字をエンタメに変えて覚えやすくする方法があります。私も学生の頃、歴史の授業で、えー何か大きなイベントが起きた日、起きた年
覚えるのに語呂合わせたくさん使いました。他にも歌を作るのもいいです。歌を作るのは少し難しいですから、とても有名な歌とか、小さい頃によく歌っていた歌、この歌に何か覚えたいものを当てはめて歌って覚えるのもとてもいい方法です。私も学生の頃に日本語の古い言葉の文法の時間に、えー活用がとても難しくて覚えられませんでした。でも私の先生がそれを替え歌で教えてくれました。その歌で簡単に覚えることができて、その歌は忘れられなくて今でも歌うことができます。皆さんもぜひ替え歌探してみてください。日本語の活用も、マス形から手形に変える活用ありますよね。ルールはあるけど、そのルールを覚えるのも最初は大変だと思います。ぜひ YouTube で手形の歌探してみてください。手形の歌たくさんあります。この歌を歌って覚えると簡単に覚えられるのでおすすめです。ここで皆さんに質問です。皆さんは何か覚えたいこと、手形の手形の作り方でもいいですし、何か覚えたいことを語呂合わせとか歌で覚えたことはありますか？よかったらコメントに書いて教えてください。はい。では最後になりますが、とても有名、近頃よく聞く言葉があります。皆さん、アクティブリコールという言葉を知っていますか？聞いたことはありますか？人間の脳は言葉を覚えるときにインプットばかりだけではなくてアウトプットがとても大切。インプットしたことをアウトプット、思い出そうとしてアウトプットするときにとても記憶に残りやすいそうです。やり方はとても簡単です。何かインプット、本を見たりしてインプットをした後にこの本を閉じて見ないで本に書かれていたことを思い出してみてください。テキストに何が書いてあったか一生懸命思い出して頭の中からアウトプットしていきます。この思い出すというアクションがとても脳には刺激になります。で、この思い出すっていうのはとても大変なアクションなので、えー次からは思い出せるようにもっとちゃんと見ようとか、うーん、もっと記憶に残るにはどうやってインプットしたらいいのかなとか考えますよね。だから何も考えないで何度も何度も読んでもずっと覚えられないので、そうではなくて、これを絶対に忘れないように、思い出せるようにストックするぞっていう気持ちで読んで、閉じて、思い出す。思い出せなかった、また見る。で、読んで、これが覚えられなかったんだ。どうやったら覚えられるかな。これと語呂合わせ作ってみよう。こういう問題を作ろうって思って閉じる。これを3回ぐらい繰り返すと覚えられるかもしれません。はい、今日は言葉を忘れないようにするための素晴らしい方法を何個かシェアしました。皆さんがやっていた方法はありましたか？もしこの方法で簡単に覚えられたよとか、この方法をやったら忘れないよという方法があったら、ぜひコメントでシェアしてください。大切なのは自分に合った方法を見つけて、その方法で続けていくことです。パズルや問題を作ったり、
絵でイメージを作ったり、自分で絵を描いてみたり、自分の国の言葉とリンクさせてつなげたり、いろんな方法がありますよね。何か一つでも楽しそうだな、やってみようかなと思うことがあれば、ぜひチャレンジしてみてください。この動画が面白かった、役に立ったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後まで見てくれてありがとう。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあまたね。バイバーイ。